こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今日は簡単に気軽にできる自分をご機嫌にしてあげる方法というタイトルでお話しします。自分の機嫌が良ければ自分も心地が良くて嬉しいし、周囲の人たちにも良い影響を与えます。ハッピーオーラが出ている人たちが自分の近くにいてくれたら、その軽やかな波動が伝わってきて自分まで気分が良くなってきます。そういう意味でも自分で自分の機嫌をとり、ご機嫌でいることは大切です。今回は私が自分の機嫌を取るのに意図的にやっていることを紹介します。特別すごいことではなく、ちょっと意識するだけで簡単にできることです。それは五感を満足させてあげるということです。目で見るもの、耳で聞くもの、肌で触って感じるもの、舌で感じるもの、匂いで感じるものを自分にとって心地が良い、気持ちがいいという状態に意図的に持っていくようにすることです。例えば着る服は肌触りがすごく良くて着ていて快適な服装を選ぶことです。ウォーキングに行くときには軽くて歩きやすい靴を履きます。私にとっては見栄えの良い服よりも服に触れている体の部分がいい感じだと思える方が重要です。そういう服は必ずしも値段が高いわけではありません。中には安価で買った T シャツなどもあります。靴に関しては私の今までの経験ではある程度値段が高いものの方が快適で歩きやすい傾向にあります。私は毎朝欠かさずウォーキングをするので、靴に関しては履き心地の妥協はせずに、値段が高くても自分が一番快適なものを購入するようにしています。目で見て美しいもの、綺麗なもの、ちょっと心が安らぐ品を自分の視界に入りやすい場所に置けば気分も上向きになります。私はダッキーモモのソフトトイをコンピューターデスクの上に置いています。これは昔娘が私にプレゼントしてくれたものです。コンピュータースクリーンに向かっているとき、時々ダッキーモモに目を移します。そうするとなんだか安らぐ気分になれます。匂いに関してもいろいろ工夫をしています。我が家は湿気が多くて、洋服棚には湿気取りの乾燥剤を入れています。この乾燥剤の匂いが私にとってはちょっと不快に感じられます。そのため私は洋服棚のドアを閉めて部屋の中で自分のお気に入りのアロマを焚いています。こうすることで乾燥剤の匂いを消して気分的にも快適に過ごすことができます。私はハーブティーが大好きです。毎日欠かさず飲んでいます。そのハーブティーも製造元によってだいぶ違う風味がします。同じカモミールティーでもあるブランドはいまいちで別のブランドはすごく美味しいです。以前は極力安いものを買うと倹約モードで生活していました。しかしこういうところで節約すると自分の満足度はかなり落ちてしまいます。最近はよく飲むハーブティーは値段を気にすることなく自分の気に入ったものを購入するようになりました。毎日楽しめる方がずっと良いと考えるからです。一つ一つは小さなことですが、この姿勢で多くのことを整えていけば結構自分はご機嫌になれます。小さな楽しみでも快適だ、嬉しいなと思うようになります。意図的に
自分が心地よく快適になれるような環境を作ります。食べ物、飲み物に関しても自分の味覚や嗅覚が喜んでくれるものを選びます。着る服、履く靴は自分にとって快適なものを身につけます。寝具に関しても自分の肌が触れていて気持ちが良いと感じるものを使います。ほんのちょっとした工夫でもだいぶ心地が良くなり気分も良くなります。私にとって機嫌が良い状態は超ワクワクして超ポジティブで超ハイになる状態ではありません。それよりも静かで落ち着いて心の平穏が保たれていて気持ち的にも安心してほっとするような状態です。こういう状態は本当に居心地が良くて癒される感じがします。今回お話ししたことは当たり前のように聞こえますが、私はその当たり前のことをやっていない時期が長かったです。最近は意図的にちょっとでも自分の五感を満たしてあげて良い気分になれるように努めています。大したことではなくても小さなことでもだいぶ違います。たったそれだけのことで気分が上向きになるのは意外かもしれませんが、効果はあると感じています。ということで、今回は簡単に気軽にできる自分をご機嫌にしてあげる方法というタイトルでお話ししてみました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。